始まりました。みひろの元とバコバコチャンネルのコラボ企画です。みひろです。よろしくお願いします。今回もお願いします。はい、お願いしおます。願いします。タカさんです。はい、よろしくお願いします。はい、そして日本が世界に誇る男性器、女性器整形のパイオニアである医師の本田正樹先生です。よろしくお願いいたします。お願いします。いや、バコバコチャンネルの方では M ショットというお話を聞いてめちゃくちゃ興味湧いてるんですけれども今回は G ショット、G ショット、はい、っていうのもあるんですよね。はい、女の人がめちゃくちゃ気持ちよくなる施術があるっていうことですか？はい、ちょっともう早速、はい、はい、まあ単純に G スポットの G なんです。G ショットの G は。はい、奥ってことですか？ G スポットってありますよね。はい。でその G スポットっていうのはまあ大体どの辺にあるのかっていうと、こう膣があるとすると、まあこういう粘膜がこうあってですね、この辺にこう G スポットってあるんです。まあただ G スポットっていうのはまあ分かりやすく説明すると、まあここに神経が集中している場所で、例えば外性器のクリトリスみたいなところなんですよ。例えばおっぱいの乳首とか、はい、こういうところは神経が集中しているところなんです。で、まあここ例えばその中でいけない女性とか結構いて、まあうちに結構その相談来る患者多いんですけど、中でいけないっていう人はだいたいその構造上 G スポットにまあペニスが当たってないケースが多くて。あ、じゃあ男性が、はい、当てれてないってことですか？そう、当たってないから結局いけないっていう人が多いんです。G ショットっていうのはこの G スポットを単純にこれを膨らますんですよね。さっきまあ M ショットで言ったそのヒアルロン酸とかそういうのを入れてですね、膨らましてあげることによって、まあそのペニスとの密着度を上げるっていうことです。めちゃめちゃ気持ちよさそうですか。でそのペニスの密着度を上げるってどういうことかって言ったら、密着度、例えば相手のペニスが小さい、小さいんだけどこっちを膨らましたら大きいって感じるんですよ。だけどこういうふうにしてみれば結局そのちっちゃいペニスでも満足できるようになるんです。そうなんだ。はい、一個勉強になりました、先生の話で。どうしてました？女はよく小さくても愛があれば大丈夫よっていうのは嘘だっていうのかな。いや、本当だんだん合ってくるからね、男性のと女性のが合う合わないっていうのはちょっと僕はそれは医学的にちょっと疑問に思うんですよ。なるほどね。結局その下からってこれが変形するわけじゃないので、基本的には。なるほどなるほど。ただ多分その男性も女性もそうなんですけど、まあセックスしてるうちに自然と自分が気持ちいい場所だったり、まあそこをこう角度とかそういうのでだんだんそれを習得していくから、そういうだんだん合ってくるように、なんかそういうふうに思うんですけど、形がそんなに変わんないです。それでこれ女性がだから要は敏感になって良くなるんですけど、そうなったら当然男性も親っていう、まあそうですね、密着度が違いは感じるじゃないですか。密着度が上がってますから、まあその男性ももちろん変わりますけど、ただそのじゃあ男性に対してこのぐらい膨らますんだったら、例えば半分半分に分けて上と下でこう例えばこっちに 4cc 入れるとしたら 2cc ずつでおちんちん挟んじゃった方が男性は気持ちいいとかね。だからまあその何に重きを置くかっていうのもあるんですけど、ただ密着度が上がってるんで男性も気持ちよくなってるのは確かです。なるほどね。ただこれはあくまで G ショットっていうのは女性のためにやるそのものなんで、 G ショットっていうのは G ショット、G ショットですね。これは G スポットに入れる。私巾着型、はい、気になってるんですけど、はいはい、M ショットでね。M ショット、はい、巾着型にして、はいはい、G ショットここを膨らますことは可能？両方もできます。ちなみにこの施術は、G ショットの場合はどのくらいの時間かかりますか？いやもう G ショットも M ショットもだいたい10分15分で終わります。忙しいみひろさんでもいけます。はい。痛くないんですか？麻酔してからやります。で麻酔も塗る麻酔のゼリー状のこう表面麻酔ってあるんですよ。だからその塗る麻酔を塗ってからすぐその麻酔の注射を打って、まあそれ2段階麻酔っていう言い方をしてるんですけど、もうそうすると全然痛くないです。最初あまりそんなって思ってたんですよ。この YouTube をね、コラボする前。め
ちゃくちゃ今食いついてることもある。ちなみに G ショットはどのくらい持つんですか？これもだから入れるものによってはい半年でなくなる、六年6年でなくなる、一生持つ、一一生持つ、だからなくならないっていうのがあるんですよ。そもそもウィッヒーのあそこはもともとどうであるかっていうことによってやり方やる場所もいろいろ変わります。変わるってこと。まあ僕のところは無料で診察とかもしてるんです。あ、そうなんですか。はい、まあその治療するまでお金かかりません。おお。興味湧いてきたまた。いや本当にね、よく言うじゃないですか、一度きりの人生。はそのもうすぐ行っちい。ゃうみたいな。いやいやそれはそうだよ。一回しかないんだから。経験はしてみたいですよね。戻れないじゃないですか人はね、20歳に戻りたいとか、ね、俺もそうだけど、だからこれからいかに自分のなんだろう、セックスライフもその結婚も含めてどうやっていくか。わかりました。僕はみひろの再婚見届け人としてですね、先生、はい、ここはみひろちゃんに、はい、M ショットとはい、G ショットとはい、両方やっていただきたいなと思うんですけど。これはもちろんです。あ、拍手が入ってる、はい、スタッフから拍手が。おいくらですか？また値段の話かよ。だって気になるじゃないですか。ねだってほら皆さんも気になるでしょ。ね。ああ、見てる方も女性とかもね、いくら万円なんだみたいなのそれはもがね。ちろんやりたいけど。だからそれは僕も言いたいんですけど、うん今の状態がどうだかわかんないから言えないんですよ。あ、人によって違うってことか。だから元の状態とか元の形によってそれがまた違う。でも僕思うんですけどね、いつも僕実は今の高級すっごい高いベッドを若い時に買って30何年使ってるけど全然壊れないんですよ。で買う時高っと思ったんですよ。でそうやって考えると先生のところで一生ものの施術をしたらそうですよね。そんな安いもんないじゃないですか。日々に。で僕特にやっぱり粘膜なんでやっぱり変なもの入れちゃうと粘膜が異常起きたりしちゃうんで一番いいやつなんですよ。例えば平野さんの中の一番いいやつとかなくならないやつの中の一番いいやつとかもうザ・ベストのやつしか使ってないんですよ。だから基本的に問題が起きないんですそういうやつって。M ショット G ショット貯金しようかな。貯金からかよ。なんかイメージ変わりました。でも先生の話聞いて。変わりました。いやもうちょっとなんか、エッチな人なのかなって思ったんですけど。先生はエッチだと思う。なんかすごいなんだろう、男性女性どちらも、なんかこの素敵にセックスライフを楽しめることを一番に考えて研究し続けてる。そうなんです。ちゃんとした方なんだなっていうのは2回目にして今日ちゃんと初めて思いました。まあだから僕が男として言いたいのは、やっぱり先生の体験談も聞いて自分の体験談も含めて、やっぱり綺麗事とか美談では済まない現実が世の中にはたくさんあるっていうことですよ。だからさっき言ったようにね、あそこはどうでもいいんだよ、僕はお前のことを愛してるよだけでは済まないことが世の中にはいっぱいある。そういうものを含めて大事だから検討してみませんかっていうことですね。それが再婚へのスタートラインです。これがスタートライン。いやなんか要はね、こういうことしても別に悪いことはないの。いいことあってもね。じゃあもうなんかセックスレスで悩んでる方多いじゃないですか。そういう方はぜひもう絶対で、僕は男性の方もそういう改造できますし。そうなんですね。で男性のペニスに合った女性の膣っていうのも作ることもできるし、自由自在にそこら辺はできるんで。じゃあみひろ最高への道のスタートラインとして、M ショットと G ショットカウンセリングに行きたいと思います。そうですね。はい、ということで先生どうもありがとうございました。先生ありがとうございました。はい、佐賀さんもありがとうございました。皆さんも参考にしてみてください。